はい、地球の模型なんじゅです。今日もとっくん来てくれてます。はい、お願いします。はい、お願いします。とっくん、今回はこんな感じで、白とオレンジで可愛い感じの、はい、工具が揃っているんですけども、今回ご紹介したいのが株式会社エトワールさんのプラモ工場委員会っていう多分ブランドだと思うんですけど、プラモ工場委員会のシリーズですね。今回こちらを紹介したいと思います。これね、だいぶ揃ったんですよ。僕これ結構思い出が深くて、東京の模型屋さんにいた時にこのワークステーションプロが1個ポーンと置いてあったんですよね。であと他にもなんか数種類、23種類ぐらいこう並んでたんですけど、さっき言ったように可愛いんですよね、このパッケージが。でうちに置いてない工具メーカーがあるの嫌だってすごい思って、で問屋さんに聞いて、でこれもねなかなか最初扱ってくれてなくて、で少しずつ取れるようになって、で気がついたらね、なんかもうどんどん問屋さんも扱ってて、いっぱい種類も増えてて、このメーカーさんね非常にいろんな方とコラボされるんですよ。大越智恵さんとか、あと MA マンさんとかね、いろんな方とコラボしておりますので、僕にもなアイデアがあったらなコラボしたいなとかね思っちゃう感じなんですけども、社長さんがすごい若くてね、すごい素敵な方です。初めてね去年ホビーショーでお会いしたんですけど、いろいろ思い出の深いメーカーさんなのでね、はい、こちらもですね一個一個紹介していきたいと思っております。また使い勝手とか気になったらコメントとかいただけたらもう喜んで開けますので、はい、こちらも気にしながらね見てもらえたらと思います。まず紹介する商品はこちら、ワークステーションプロですね。これは本当思い出深いと先ほど話しましたが、この場所で大体のことが片付いちゃうよという商品なんですけど、説明書を立てかけるスタンドがあったりとか、あとこのね横にニッパーを立てかけておくホルダーがついてたりとかですね、やっぱりプラモデルって切ってるとその下に細かいクズがたまるじゃないですか。でこの穴を通してですね、この引き出し開けるとそれが捨てることができるとかね、あと LED ついてたりルーペついてたりと、結構至れり尽くせりな商品なんですね。でこれね初音ミクとコラボしてるやつがあって、すっごい入れたかったんだけど1個も入荷できなかった。こうねいろんなちょっとこうコラボの専用ワークステーションもね、出てたり出てなかったりなのでね、また今後ねアニメとコラボしたらうちは入れたいなと思います。欲しかったな。続きましてこちらランナーインドックですね。これね意外とリピーターの方多いんですよ。もう1個買えばいいじゃないかと思うかもしれませんが、これねランナーを一段一段こう収めることができるんですよ。でこれが便利すぎてもう使ったら手放せませんというお客さんが多くてですね、2個ぐらい買っていこうかなとか、寿屋さんの商品なんか買ったらですね、これ 2,3 個はいりますからね。下のところにね細かいのを置くことができて、そのランナーをドックしちゃうっていうねアイデア商品かなと思います。続きましてこちら工具箱スペシャルですね。これいろんなカラーバリエーションがあって、これ青と黒、うちにあるんですけど、確か赤もあったと思いますね。ここがポイントなんですけど、これ接着剤を立てるスタンドにもなるよと。作業をしている時はこのケースを開けて、この裏にあるんですけどね、これで開けっぱなしにして、いろんな工具の出し入れをしてもらえるよという商品ですね。接着剤を置けるっていうのはいいですよね。結構その収納する箱ってあるんですけど、それがそのまま立てておいて、でそのスタンドにまでなるっていうのはないと思うので、これはアイデア商品かなと思います。個人的には黒おすすめですね。かっこいいです。続きましてプラモ工具ポーチエバーですね。僕が勝手にもう EVA と言ってエバーと読むようにしてるんですけどもさっきの工具箱と違ってですね、ポーチ型の方がいいよという方用ですね。僕もついついねカバン屋さん行ってポーチ見ると、これ工具箱に使えるなってね思ったりすることあるんですけども、やっぱりね専用なのでとてもいいですよと。これちょっと裏ざっくりとこんな感じでね、ペンチとかカッターナイフとか、ヤスリとかね、いろいろ収納することができますと。で模型で使うのに必要なものはだいたい差し込めるようにね工夫がなされているという一品でございます。続きましてはこちらモデリングコンテナ054と書いて多分大越と読むと思うんですけども、これ大越さんの考えた工具箱っていうね、青と黒と、透明があるんですけど、実際僕はこれ使ってます。模型教室とかで出張することが多いので、手持ちでねあるのがすごいいいのと、あと今回の模型教室はミニ四駆だからこれとこれとこれとってもうざっくり入れることができるので、これ箱の中見せるとざっくりとドーンと必要なものだけ入ってればいいよっていうのね、すごくね使い勝手が良いです。この2段目はこんな感じでね、使ってないんですけど、その仕切り板があって、いろんなものを収納できますよと。あとね一番下のところは接着剤を入れるコンテナがついてまして、で普段はこう倒して使えるんですけど、起こしてね使うことができるのでスタンドにもなっちゃうっていうね、
オプションパーツもいろいろありまして、ペイントオプション、塗料を、筆塗りとかねしたい人、塗料皿とか置きたいですよねとか、そういうニーズに応えた収納コンテナとか、高さが低いスリムバージョンもありますよと。だからそんなにいっぱい工具持ってないから、この幅がちょっと逆にガチャガチャして嫌だよと、薄いバージョンが2個入ってるという商品もあったりします。本当カスタム要素満載っていうね。これあれだよね、どんどん買っていってつなげてったら結構な高さまでバーっていけるんじゃないかなと思うんですけど、こう拡張性があるといいですよね。僕は気に入ってます。続きましてこちら、仕分けトレイ4プラモですね。プラモデルのいろんなパーツにちょうどいい仕切り、足の部分だよとか腕の部分だよとか、やっぱ塗装する方って結構小分けするじゃないですか。でそれのトレイですね。でこれが1個入りと2個入りです。案外他のでも代用できるんじゃないって思ったりするんですけど、これ本当に考えられてるので、これ買った人はですね、これ2個3個とやっぱ買っていかれますね。すごく仕切りがちょうどいいんだと思います。僕はちょっと使ったことがないんであれなんですけど、でも本当にうちの工作室に来るお客さんはこれを持ってパッとこう分けると、ボディと腕と足とって分かれてるじゃないですか。見てて綺麗だなっていうね、なんかすごい考えられたトレーになっております。続きましてこちら、パキッとカラーピースっていうね、色見本の商品なんですけども、これ面白いのが、その黒と、あとなんていうのかな、アイボリーのここはね、艶ありと艶消しになってるんですよ。色見本表の中で、艶ありと艶消しに分かれてるのはまた珍しいなっていうね。あとエアブラシで塗装しやすいように棒がついていて、で塗装が終わったらここをパキッと折ってね、ここの部分だけその保存することができると。でその保存するためのバインダー付きのもあるよ。これもね、大越さんがコラボ商品って書いてるので、アイデアを出されたという商品ですね。これ新商品です。続きましてこちら、筆塗装セットオールインワンですね。筆塗りをしたい人ってあれもいるんじゃないかこれもいるんじゃないかってね、いろいろ考えちゃうんですけども、もうこれ買っとけばいいですよというのセットになっている商品でございます。これね、筆を洗うためのボトルが入ってますし、パレットですね、塗料皿が3種類と筆置きと、あとはこの塗装を乾かすねスタンドもついてるっていうね、なかなか一つで、本当に確かに必要なもの全部揃ってますよという商品になっております。でこちらのその塗料皿がね、使い捨てタイプになってますので、これはねお買い求めくださいと、こういった商品ですね。使い捨てって言ってますけど、僕結構粘り強く使うんじゃないかなと思います。続きましてこちら、ゼロカラーディッシュですね。これ地球のチャンネルでも1回ね仕入れましたよって紹介したと思うんですけど、これ MA マンさんがデザイン監修かなした商品です。塗料皿の上に蓋をかぶせることができて、なかなか塗料が乾きにくくできますよと。だから作業を一旦中断できますよっていうね。MA マンさんといえばね、筆塗りすごいですから、フィギュアをね鮮やかに塗装される方ですから、その人が考えたものなので、筆塗りの塗料皿ね、これ1個買って本当だ便利だってね感じることもできる商品となっております。次はパレナインナーキャップですね。これすごくいい商品だと思います。僕は瓶とかからその塗料皿に移す時って結構こぼれて、で周りのシール部分に色がついちゃったり、要はこぼれたりするんですけど、角反棒でこう伝わせながら入れたりとか、なんかそんな感じでやっちゃうんですけど、これが垂れなくなりますよという商品です。その蓋開けるじゃない、でその瓶にこれを取り付けると、垂れなくなるんですって。でこのね商品がいいところが、これをもう今度つけっぱなしにして蓋をすることができるんですって。なのでそのいろんなサイズがありますから、水性ラッカー、エナメルね、いろいろあります。でこれ5種類あるので、多分使えないメーカーさんないんじゃないかなと。これねすごいユーザーさんには嬉しい商品であり、うちは陳列にめっちゃ困るっていうね商品なんですけど、でもやっぱ全種類置いときたいですよね。いや本当にね、どのメーカーさんの瓶も使えると思いますよ。これはね1回使ったらやめられない商品なんじゃないかなと思います。これ新商品ですね。続きましてこちら、サステマニッパーアドバンスですね。これ去年すごい話題になって知っている方も多いんじゃないかなと思います。片刃ニッパーなんですけど、これ刃がね悪くなったら交換することができるんですよ。交換できるの面白いですよね。でこれが替え刃でございます。プラモ工場委員会さんのツイッター等でですね、この刃の交換の仕方とかね、いろいろご紹介してますし、これを取り扱ってみたお客さんのレビューとかねいっぱいありますので、やっぱりね物珍しいですよね。うちもね一回使ってみたいなと思うんですけど、今はねやっぱりよく売れるので、ここはちょっと後回しかなって思っております。続きましてこちら、ザ指ほうきです。これね僕めっちゃ使ってます。実はニッパーってやっぱ触ると錆びるので、これ錆びさせることなくランナーのねカスを取ったりとか、あとヤスリがけとかもその金属ヤスリについたのをこう
指で弾いてね取ったりとかあると便利です。ついついこう指にねつけておくと、あ、もう掃除しようとか、結構使い勝手が良くて僕結構本当愛用してます。続きましてこちらヤスリカスゼロですね。こちらですね SNS とかでもすごくレビューが高い評判のいいね商品となっております。ヤスリカスゼロっていうぐらいですからね、削りカスが少ないんじゃないですかね。削りカスが出にくいって書いてますね。これね使ったことないんですけど、いつか使いたいなとすごく思って気になっている商品ですね。これねほんと仕入れてはすぐ売れます。結構補充を欠かせない商品となっていますね。だからパーティングライン消しとかピンポイント切削に最適。ここに書いてあるんですけど、棒ヤスリの硬さと紙ヤスリのような仕上がりが合体っていうのね、本当に細かいところに使えますよという商品でございます。続きましてこちらデカーリングクイックトレイですね。これねすごいアイデア商品だと思います。デカールのトレイって僕あんまり出してるメーカーさん知らなくて、このスポンジ部分、ここが水分をこう保湿してくれる場所なんですけど、ここにデカールをこう置いておけばその水にずっとつけ置きしすぎみたいなのを防止できて、デカールを傷めずにね貼ることができますよと。これ1個で全部片付きますよという商品になっています。最後はこちらボルテックスターラーターボですね。これ年始の動画でも紹介させてもらったんですけど、これについてのコメントめっちゃ多かったですね。もう手放せませんっていうね。これいつかやっぱやりたいなと毎回言ってますので、もう何回行くね、もう2回目ですからこれ紹介するのね。次はね使った動画でお会いできたらと思っております。今回紹介したのはエトワールさんのプラモ工場委員会シリーズですね。欲しいなと思って長い年月かけてこんなに揃ったよという報告ですね。もう嬉しいですね。で新商品もねしっかりお店に入るようになりましたので、今後ね新商品出たらしっかりと取り扱いをねしていきたいと思っているメーカーさんでございます。気になった商品とかねまたコメントいただければ開けて開封してみたいと思いますので、コメントの方もよろしくお願いします。というわけでこんな感じで終わっていきたいと思います。面白いと思った方は高評価チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。いやいっぱい揃った。